weather will get colder, that it can't always be spring. And when I pushed you in a stroller, you were looking up, singing life like a church hymn. You are gonna find your place, child. Of that much I know, I'm sure. Keep on laughing at the rain, I guess. Isn't that the place to start? Someday you will be stronger than you are now, but you will not know everything. And when the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. Treat your mother like she's made of gold. After all, she brought you here. And if you're lost, go see the ocean. It will always help you steer. Someday you will be stronger than you are now, but you will not know everything. When the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up. 紀ノ国屋書店で本を買ってきたので紹介します。まず1冊目が父と私の桜尾通り商店街、今村夏子さんです。最近今村さんの気になった朝を読んで、その流れでまた読みたくなったので買ってきました。で本当はアヒルっていう本も欲しかったんですけど、それはちょうど在庫がなかったので今回はこれだけ。多分あとアヒルを買えば今村さんの出てる本は揃うんじゃないかなと思います。これは今村夏子さんの短編小説です。今村さんの小説はもう全部いいですね。全部大好きです。この前読んだその気になった朝もすごい良かったし、星の子もすごく好きな作品でしたね。今村さん読んだことない人は何読めばいいかな。デビュー作のこちらあみ子もいいんですけど、芥川賞を取った紫のスカートの女のを読んでほしいなって思います。あの文庫にエッセイもついてるので、そのエッセイとセットで読んだらより良さが伝わるんじゃないかなって思います。で次買ってきたものが、読みたいと思ってたブレイクニュース、薬丸学さんです。サイン本あったので買ってきました。ちょっと開けてみよう。よいしょ。結構もうちょっと薄めの本かと思ったけど、500ページぐらいありました。読み応えありそうで楽しみですね。よいしょよいしょ。
薬丸岳さんのサインがありました。やっぱサイン本ってテンション上がりますね。なんかすごい読むの楽しみになってきました。これは夏一に選ばれてるスリリングな本読まにゃみたいですね。 SNS で世界は変えれるのか、変えれるか。やっぱ社会派ミステリーは定期的に読みたくなりますね。やっぱ本を読む時ってある程度スリルを求めちゃってる自分がいるので、こういう本は大好きです。ブレイクニュース、よいしょ。で次に買った本がじゃん、引波千早茜さんです。これも最近文庫になって、 X で千早さんがサイン書いてますみたいな投稿を見たので、もしかしたらタイミング的にあるんじゃないかなと思って行ったらあったので、すごい嬉しかったです。よいしょ、千早さんのサイン、すごい、こんな感じですね。いや嬉しいですね。サイン本撫でたくなります。いいですね、サイン本。内容的にもすごく好きそうですね。孤独な少女が出会った友は脱獄犯と姿を消した。大人になった少女は再び彼女に会いに行く。面白そう。可愛いのが挟まってました。角川文庫、角イカさん、合ってる？角イカさん。これ応募しようかな。こういうの応募しようと思っていつも忘れちゃうんですけど、今回してみようかなって思います。よいしょ。で買ったのがじゃん、難問の多い料理店結城真一郎さんです。これはもうずっと気になってました。この前真相をお話しします読んですごい面白かったし、そのタイミングで結城さん初めて読んで、新刊も出てたので、これはずっと見た時から気になってましたね。面白そう。想定も可愛い。ガチャガチャしてるけどこの色が好きですね。私青っぽい色が好きなので、中めっちゃ派手。結構この開いた時にこのタイトルがまず面白いなと思って気になりましたね。これ撮ったらすごいシンプルでかっこいいです、って感じですね本は。であとはマステを買いました。マスキングテープ。私昔からマスキングテープ大好きで、昔めっちゃ集めてたんですけど、どこ行ったんだろう、どっか行っちゃったんですけど、また見つけたら安いやつをちょこちょこ買ってます。友達に本を送る時とかに使ったりノートに貼ったりしてますね。かわいい。あと本はもう一冊はこれを買いました。アンドプレミアム、明日を生きるための言葉。雑誌も欲しいのいっぱいあるんですけど、雑誌も高いじゃないですか。高いから
小説とか本買っちゃうんですけど、これは欲しいなと思って買っちゃいました。いやこの特集がいいんですよね。すごい名作エッセイ、詩、短歌、日記、古典文学、朝ドラっていう浅井亮さんが語るさくらももことかめっちゃいいなと思って、町田園子さんとかもいましたよ。浅井亮さんが語ってる部分があるんですけど、この浅井亮さんのページを読んで、浅井亮さんのなんだっけな、エッセイ読んだことなかったのでエッセイ読みたくなりましたね。時をかけるゆとり、風とともにゆとりぬ、そして誰もゆとらなくなったがよくインスタとかで見てたんですけど、実際読んでなかったのでこれも読もうかなって思います。すごいいいな、でもこれ本当にいいなと思って、言葉を吸収してます。この表紙もすごいまるちゃん可愛いし、色も可愛いし、漫画がちらって載ってたんですけど、これ見たらちょっとうるっときましたね。たった1ページなのにこれだけでうるっとできるのすごいなって思うし、さくらももこさんのエッセイはタイのお頭、猿の腰掛け、桃の缶詰は昔持ってて読んでたんですけど、それも今手元にないのでこれを機会に読みたい、買いたいなって思いました。漫画のちびまる子ちゃんも昔小学校の頃児童館でずっと読んでたので、また読みたいなって思いますね。懐かしい気持ちになりました。これはおすすめです。読み物としてすごいおすすめな雑誌だなって思います。やっぱ雑誌もいいですね。おすすめです。という感じで今読みたい本4冊買ってきました。じゃん。あとこれも一緒に買ってきました。やっぱ本屋さんすごくテンション上がりました。ちょっと体調崩してて家から出れなかったので、もう久しぶりに本屋行ってもう楽しくて、もうサイン本2冊と出会えたのもすごい嬉しかったし、これも買おうと思ってた本だったし、あと今一番読みたいなと思った本を買えたのですごく大満足です。今日からこれ読み始めようかなって思います。早速。あと欲しいのなんだっけな、芥川賞受賞された山椒魚の四十九日もう買おうと思ったんですけどやめたり、ラランドの西田が書いてる不器用でっていうやつも今読みたくて、その読みたい理由がなんか本当にたまたまラランドの YouTube を見てみたらすごく面白くて、西田の書いた小説読んでみるかっていう軽いノリでちょっと読んでみたくなりましたね。でも次本屋行ったら絶対浅井亮さんのエッセイを買う。あとなんだっけな、芦澤さんが出した新刊コンコン真珠っていうのも気になりましたね。読みたいと思ってブクログで読みたい本登録してるんですけど、読みたいなと思っていろいろリスト入れてて買おうって思ってた本でも本屋行くと違う本に惹かれるというか、そっち買っちゃったりして読みたい本リストだけだんだん増えてっちゃってるんですけど、実際そういうもんですよね。ちょっと買ってきた本をメインに読んでいきたいと思います。
You're quite gentle with me. When I lost my peace, when I'm fighting sleep, and sometimes it じゃん。じゃん。ノンアルコールで乾杯。使っていいの？いいよ。乾杯。乾杯。うん。まあ、初めて飲んだ。レモンサワー飲んでみる？うんノンアルの。後味すっきりしてるよね。ノンアルって。体には悪いけど。いや、悪そうな味してる。それだけで。come